脂肪を蓄えてる魚なので砂糖を振りますと。血合いよりもこっちのラインで、柵取りをしてしまうと。今日はこちらっすね。なかなか大きいお魚なんですけれど、これはメヌケというお魚でして、メヌケをさばいて、煮付けを作ろうかと思います。これね、メヌケという名前は見た目通りね、深海魚なので釣り上げるとこう目が抜けてしまうんですよ。なので、メヌケという名前がついたと。で、メヌケと呼ばれる種類の魚は何種類かいまして、これはね、三光メヌケって呼ばれる種類のメヌケですね。千葉だとか北海道で水揚げが多いんですけれど、結構ね、北海道出身の年配の職人さんなんかに聞くと、昔はね、安い魚だったよなんて言うんですけれど、今や立派な高級魚でして、キロ単価で言うとね、キンキと同じぐらいの値段がする、高級魚ですよね。この魚ね、冬に身に脂が乗る魚なので、基本的には加熱調理に向いた魚ですんで、これね、鱗はすき引きでも取れるんですけれど、すき引きにするとこの赤がどうしても飛んでしまうので、なので、鱗引きで、このように、鱗を引いていきますよと。全体に鱗を落としましたら、ここからねさばいていくんですけれど、基本的にメヌケというのはこの皮目が美味しい魚でして、ここにうっすらねこのZ5のラインが見えると思うんですが、このねZ5のラインの鱗というのは苔引きでねこすっただけではなかなかに落ちなくて、必ずここのラインにねいくつか鱗が残るので、この残った鱗は骨抜きで、手間ではあるんですが引き抜いてくださいと。そう結構ねこれ残ったまま出てくることがあるんですけれど、鱗はね口の中に入ると非常に気持ち悪いので、メヌケね調理する際は必ずここの鱗は取るようにしてくださいと。Z5のラインの鱗を取りましたら、ここからね、頭を落として、内臓を掃除していきますと。頭を落とす前に一度こう包丁で、全体をかけば残ってたね取りきれない鱗も落とせますんで、こんな感じできれいに鱗を掃除してから、頭を落とすようにしてくださいと。頭を落とす際はね、他の魚と一緒ですよね。腹びれの際にこういった形で1本包丁を入れまして、そこからね頭を落とすと。この時にね、ここに深く包丁入れすぎるとこの内臓を傷つけてしまうので、ここのねお腹側はなるべく薄めに包丁入れて、包丁の刃元を使ってこの中骨を落とすといったイメージですかね。ちなみにメヌケはね、この大型な魚の割に、深海魚ということもあって、骨はね結構柔らかいです。多分硬さで言ったらアジなんかより柔らかいんじゃないかってぐらい柔らかい魚なので、太い分アジより力は入れなきゃなんないんですけれど、純粋にね硬さで言ったら、アジなんかよりも全然骨が柔らかい魚ですと。頭を切り離しましたら、これねへそから包丁を入れて、内臓を取り出しますと。でこれね北海道産の今日はメヌケなんですけれど、こういった形でねしっかりとお腹の中に脂肪を蓄えてる魚なので、当然ね身にも脂が入っていて、食べたらね美味しいんじゃないかなと言って、肝なんかもねこれ煮付けにしても美味しいので、肝がお好きな方はこの肝をばらして取り置いて、
蒸すなり煮るなりして召し上がってくださいと。そう、このくらいね肝が取れるのでなかなかいい大きさしてるんで、これはこれでね料理に使えるので、好みで料理してくださいと。でこれ頭にもね当然頬だとかしっかり肉がついているので、頭も割れば煮付けにしたりなんだり使えますんで、この辺もね、好みでお召し上がりくださいと。内臓を取り出したらここのね腹膜の血合いに、包丁入れて、でここから一度、魚を水洗いしますと。内臓をかき出して血合いも掃除しましたら、すぐに食べる場合はもうここからね3枚におろすだけなんですけれど、クエだとかメヌケだとか、こういったね脂の乗る大型の魚は、熟成までいかずとも何日かね寝かせて、この脂を身全体に回した方が結構ね味が出て美味しく食べられる場合が多いんですよね。寝かせる場合はこれねペーパーでくるんで、氷詰めにすればいいんですけれど、基本的にね魚ってこのヒレに雑菌が溜まりやすいんですよね。ちょっとね寝かせて食べようなんて場合は必ずねこれヒレを落としてから、保存するようにしてくださいと。さっきメヌケは骨の柔らかい魚ですって言ったんですけれど、ここの中骨なんかはものすごい柔らかいんですけれど、メヌケってねこの背びれはかなり硬いんですよね。なので意外とねこのヒレを切る作業は力のいる作業だったりしますかね。この尻尾、尻尾も切り落として、それからペーパーでくるんで保存しますと。寝かせる場合はねこの脊髄のところだとか、あとこの血管から、細いホースみたいなものを入れて、で水圧で血を抜く方法があるんですけれど、それはね津本式といって、津本さんっていう方ご本人が YouTube でね動画を出していらっしゃるので、僕が説明するよりねその本家の方の動画を見た方が分かりやすいかと思うので、興味のある方はこちらをご参照くださいと。これホースで血を抜かずとも、2、3日身に油を回す程度なら、ものさえ良ければ全然ね、問題ありませんので、今回はペーパーでくるんで、このまま、0度のね冷蔵庫で寝かせたいと思います。3日ほど経ちまして、だいぶ身がしっとりとしてきましたので、いざおろさんと。でおろす時はね、普通の3枚おろしですね。お腹から包丁入れて、後で背中から包丁入れてと。ちょこっとね魚の熟成についてお話ししますと、魚の血というのは身にとって悪さをするばかりではなくて、マグロだとかねカツオを想像していただければわかると思うんですけれど、魚の血というのは、腐敗の原因というね意味ではこの身に悪さをする成分ではあるんですけれど、この魚のね香りというニュアンスではこの旨味の要素の一つでもあるんですよね。だからねマグロのコロなんてみんなね血合いをつけたまま寝かせてマグロの鉄っぽさを強調したりだとか、10日20日寝かせる場合には腐敗の原因になるので、身に悪さをする場合もあるんですけれど、 2、3 日寝かせて食べる分には血を回した方がね美味しいなんていう場合もあるんですよ。そのね血を回すといってもその魚の状態だとかと魚の種類によって血をきれいに抜いた方がいい場合と、あとは多少はね、血を残して身にね香りを出した方が美味しく食べられる場合とがあって、その辺はねもう本当に経験でしか得られないものなのかなと、思っていますので、そうだからね今その津本式っていうね
血抜きが流行っているので、何でもかんでもね血抜きって言って熟成皆さん言いますけど、そんなね単純なものでもないんじゃないかなと、僕は思ったりしますかね。そうだからね、この目抜けなんかの場合も例えば10日20日熟成させるんだったら、しっかりね血を抜いてから寝かせた方がいいですし、今回みたいにね3日ほど寝かせて食べるような場合は、このね魚の鮮度にももちろんよるんですけれど、血を抜かずに寝かせた方が美味しく食べれると。僕はねそういう考え方なので、何でもかんでも血を抜いたりはしないですかね。魚をおろしましたら、あとはね適当な大きさに柵取りして、あとは煮付けを作るだけと。当然ながらここに骨が入っているので、骨は抜いてからね、柵取りしてくださいと。これね、こういった腹膜の長い魚って、柵取りが結構難しくて、普通の魚はここの血合いのところで半分に渡すと思うんですけれど、そうするとねこの部分の身がペラペラの身になってしまうんですよね。これもね魚種によって、あと食べ方によってなんですけれど、煮付けにする場合は比較的ねしっかり火を通すので、ここの血合いに入っている筋というのはしっかり火を通せばそこまで気にならないので、目抜けの場合ね背中の身に結構厚みがあるので、血合いよりもこっちのラインで、柵取りをしてしまうと。だからこのラインですよね。このラインで、こういった形で柵取りをしてしまいますと。そうすると、背中の身は、こうやって均一に、身を取ることができて、今度ねこの腹側の身もこれ血合いで取ったらここの身の薄い部分しか残らないんですけれど、ちょっとだけ背中の身が残っているので、こうやってね切り身を取れば、ここの身と、お腹の部分をこう合わせて取ることができるので、こういったね柵取りの仕方もありますよと。ただこれねまたしゃぶしゃぶにする場合だとちょっと筋が気になったりだとかで、若干ねこの身の取り方は変わってはくるんですが、一つ参考程度にね、紹介しましたと。そしたら、煮付け作っていきたいと思います。煮付けを作っていくんですけれど、まずはねこれ火を通すと皮目が丸まるので、皮目にこういった形で、うっすらと包丁を入れますと。こういった形に、うっすらと包丁を入れて、ここから身に砂糖を振りますと。いつもは塩を振って臭みを抜くっていうパターンが多いと思うんですけれど、今回はねなんで砂糖なのかと言いますと、そもそも目抜けという魚自体が臭みが少ない。目抜けってね油分が強いので身に味が入りにくいんですよね。なので、こういった形でね、臭み抜きはほどほどに砂糖で味を入れるという意味があって、砂糖を振っていますと。で、このまま10分程度置きますと。10分ほど経ちますとこういった形で身にね、うっすらと水分が浮いてくるかと思いますので、これを水で洗い流しますと。続いて、こちらね切り身を沸騰した湯に落として、で、これでね、臭みの処理は、完了ですと。こういった形ですね。ここから煮付けにしていくんですけれど、このね腹のピロッとした形がね、不格好だなと思うようでしたら、こういった形でね、丸めてここをね、ようじか何かでこう止めて、このまま火を入れればこういった形に仕上がるので、この辺はね好みで、形を決めてくださいと。
ということで今回はこういった形で、煮付けを作ろうかと思いますと。煮付けを作っていくんですけれど、お水と、お酒をね同割り程度加えたものに、こちらはみりんですね。みりんを適量加えまして、これごぼうっすね。今回ちょっとごぼうを一緒に炊いてみようかなと思いまして、で、砂糖、砂糖ね適量加えます。沸騰してきましたら、火をね弱めて、ここに、先ほどのめぬけの切り身を、落とし入れますと。これね落とし蓋をしてこう煮汁をね身に回す方法もあるんですけれど、今回はね、このまま煮汁を魚にねすくいかける形で、煮詰めていきますと。これね単純にね鍋がもう少し小さくて、で煮汁がねこのめぬけの身の半分程度浸かるようであれば、落とし蓋で味を回した方が効率がいいと思うんですけれど、今回ね若干鍋が広くて、おそらくね落とし蓋だと煮汁が回りきらないので、なのでね、こういった形で煮てますんで、状況とある道具とでうまいことね対応して作るのがいいんじゃないかなと。であとはね、これあまりにこの魚の身が煮汁から浮いてしまう場合は、こういった形でね鍋を傾けて、炊いてもいいのかなとは思うんですけれど、ただねこれをやるとこのねヘリがねどうしても焦げつくので、そういった場合はねこの濡らしたペーパーなんかでこうこまめにねヘリを拭きながら炊かないと若干ね焦げついた煮物になってしまうので、気を使いながら、面倒を見てくださいな。だいたい12分ほどで火を入れるイメージで炊くんですけれど、7分だとか半分ほどね、時間が経過したらここに、お醤油を落としますと。でお醤油はねこれ一度で味を決めずに、2回3回と分けて味を決めるようなイメージですかね。ちなみにねスーパーなんかにね赤魚っていう魚が売ってるじゃないですか。で赤魚ってめぬけのことだよなんてねたまに言う方いるんですけれど、赤魚っていうのはね基本的には赤い色をした魚の総称でして、これね赤い魚は何でも赤魚って言うんですよ。確かにね赤魚の中にねめぬけが混ざってることもあるんですけれど、赤魚として売られるめぬけは大概がねアラスカめぬけって言って、アメリカだとかロシアだとか、あっちの方で、漁獲される、だからこの国産のね北海道だとか勝浦だとかで上がるめぬけとはまた別種のめぬけ、これね2つを比べるとやっぱりねアラスカめぬけの方が若干ね身がパサついて感じるかなと。煮汁がもうこのブク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 泡立ってきて、十分ね魚の身に絡まるようになりましたら、完成ですと。でもあとはね、火を止めて盛り付けるだけですと。盛り付けはね思いのままにね。あと煮魚は非常に身が崩れやすいので、身を崩さないようにだけ気をつけて、盛り付ければ良いのではないかと思いますので、この辺はね、お好みでどうぞと。あとねなるべくならこのねめぬけの赤がしっかりと見えるように盛り付けた方が美味しそうには見えますかね。これは柚子ですね。柚子なんぞ添えてもね、彩りもありますし、香りも煮付けの甘さと非常に相性がいいですしと。
いうことで、この辺ね気にしながら盛り付けると料理がちょっと楽しくなるかもしれないですよね。はい、ということで今日はね、魚の熟成の話だったりとか目抜けのお話だったりとか、ちょろっとねしたりしまして、今日の動画は終了でございます。以上です。